まずは堺駅から京都丸宿へ向かいます。駅から東に伸びてる大通りは歩道が広くてめっちゃ歩きやすいです。ここが京都丸堺の間レジデンスですね。無事に部屋に入ることができました。もともと堺にあった古い家を改装した場所のようですね。客室のトイレはこんな感じです。客室のシャワールーム、客室の洗面台。ここの宿はどうやら1日1部屋限定の宿みたいですね。宿近くのこちらのスーパーマーケットで買い出しをします。今晩飲むお酒とおつまみ、そして明日のコーヒーとパンを買ってきました。さて、シャワー浴びたんでビールとじゃがりこ食べながら作業します。今日もお疲れ様でした。乾杯。じゃがりこは肉味。そんなに肉感あるのかって感じですよね。めっちゃ肉やんこれ。なんか思ってた感じの3倍ぐらい肉の風味がします。肉3つなんでちょうど3倍ってことですかね。明日は堺の街を観光します。今日は寝ます。おやすみなさい。おはようございます。現在10時前です。今日も天気が良さそうですね。なかなか風情のあるいい宿でした。南海の堺駅と JR の堺東駅の間あたりのこの地域は熊野町と呼ばれているみたいです。堺東駅の方向へ向かっております。堺は政令指定都市ということだけあって町はかなり大きいですね。堺市役所のビルはめちゃんこ立派ですね。こちらが南海電車の堺東駅前の様子です。お次は教科書にも載っているあの有名な古墳を見に行きます。ありました。これがあの有名な大仙古墳。日本一の大きさの古墳ということだけあってもう規模感が圧倒的に他の古墳とは違います。僕は今古墳のおそらくこの辺にいるんですけど、ここの正門までここから歩いて 1.2 キロだそうです。歩きましょう。古墳のお隣は住宅街ですね。でここに住んでる人たちはどのような気持ちで日々過ごしているんでしょうか。この辺一帯は中本古墳群と呼ばれているそうで、このように周遊路が作られております。古墳周辺の一帯はいい散歩やジョギングのコースですね。こちらは堂亀山古墳。中本古墳群の中では珍しく豊墳となってます。参拝所がある古墳の南側にやってきました。こちらが仁徳天皇陵古墳、別名大仙古墳の参拝所ですね。奥に鳥居が見えます。天皇陵はどこでも宮内庁のこの看板が建てられてますよね。仁徳天皇陵古墳は2019年に中本古市古墳群として世界遺産に登録されております。大仙古墳の向かいには大仙公園があります。このように時計回りか半時計回りで一周できるようなので見てみたいと思います。公園はちゃんと整備されてて綺麗なトイレもあります。そして奥の高い建物は平和塔と呼ばれているそうです。大仙公園には日本庭園もあるようなので見てみたいと思います。庭園は大人1人200円でした。中はこのようになってます。いやー、見事な庭園ですね。天気もいいので来た甲斐がありました。鯉も優雅に泳いでおります。大仙公園の向かいにある利中天皇陵古墳にやってきました。こちらの古墳は日本で3番目に大きいそうです。こちらもビュースポットになっていて堺の街を一望できます。奥にはアベノハルカスも見えますね。
堺の中心部はこの辺。学校のようなものもあります。大仙公園をほぼ一周しました。こちらにね、博物館があるんで、最後に見てみたいと思います。堺市博物館は大人1人200円の観覧料ですね。いや、見事な展示でした。中は一応撮影はできたんですけど、商業利用が NG とのことで撮りませんでした。堺の歴史とか古墳ね、興味ある人はぜひ来てみてください。小腹が空いてきたので、こちらの古墳前カフェいろはでランチにします。ラストオーダーギリギリで注文できました。中めちゃくちゃおしゃれです。バーガーはかなり肉厚です。いやー、お腹いっぱいになりました。引き続き街を散策します。こちらは中百舌駅近くの五秒山古墳。中百舌エリアでは4番目に大きい古墳だそうです。中百舌古墳群周遊路を抜けて中百舌八幡宮へやってきました。こちらの神社は王神天皇を祀っているそうです。本殿はさほど大きくはないです。樹齢7、800年という立派なクスノキも植えられております。古墳もだいぶ見飽きてきた頃なんですけど、もう一個ね、立派な古墳がこの先にあるみたいなので、そこを最後に行ってみたいと思います。ありました。二三階古墳。全国で7番目に大きい前方後円墳だそうです。堺の中心部へと戻ります。堺東駅から次の目的地へ向かいます。阪神高速の高架下はこのように公園になっています。極楽橋という歴史がありそうな橋もあります。ちょっと距離はあるんですが、ここから40分ぐらい歩いて海の方へ行ってみます。ここの通りは堺の歴史を感じますね。奥には立派なお寺もあります。海沿いの大浜公園にやってきました。遊具や運動場のあるかなり広い公園ですね。この上を登るとどのような光景が広がっているのでしょうか。木はちょっと邪魔ですが、海沿いの街並みが見えます。ここからだと海はまだ見えないですね。なんとこの公園にはお猿さんもいらっしゃいます。ニホンザルかと思ったらアカゲザルという海外の猿でした。昔はここに水族館があったようです。河口の散策路にやってきました。あちらには女神像も見えますね。堺のビルがこのように広がっております。ちょうど日が沈む時間帯なので景色が素晴らしいです。高速道路の下側をまじまじと見る機会はそんなに多くはないので結構興味深いです。こちらは明治10年に建築された堺港の旧灯台ですね。昭和43年までの約90年間実際に使われていたそうです。フランス製の洋風の様式ですね。古くから貿易そして商業で栄えた堺の港の様子です。あちらの工場の壁に書かれた絵は南蛮貿易の様子でしょうかね。太平洋セメントの船が港に入港しております。日もだいぶ暮れかけてきました。観光は今日はこの辺で終わりにして堺駅の方に戻りたいと思います。ちょうど夕日が沈むところが見えます。
堺駅に到着。いやー、今日はめっちゃ歩きました。堺駅近くの義経で今日は飲みたいと思います。いやー、安くて美味しいコスパのいい居酒屋でした。19時21分発の特急サザンで泉佐野に帰ります。現在滞在中の泉佐野市に戻ってきました。今回の動画はここまで。